どうもつよぽんです。阿蘇ツーリングでめっちゃ調子よかった SNR がその後のオイル交換でつい力を入れすぎてオイドンがやりました。救世主のネジモグラ無双回転ドレンボルトのネジ山が舐めて回らんとです。ってことで先日阿蘇ツーリングに行ってきてですね、帰ってからオイル交換しようと思って作業していたらですね、なんとドレンボルトが完全に舐めちゃったと。もうこんな感じに。結論から言いますと、ショップでですね溶接されてなんとかネジを外せることになったんですけども、そこに至るまでのいきさつをですね、ぜひとも今回お話ししたいと思います。オイルのドレンボルトの舐めた箇所をちょっとですね見ていきたいと思います。ここがちょうどネジがある部分ですね。ここが完全に舐めてしまっている部分になります。でこのトロックスレンチですね、入れるとゴールデンウィーク前に即死。今まで知らずにワンサイズ小さいビットで回してました。完全にもう穴が潰れてしまってダメにしまってしまいました。で、分かってもらえるかな。これを開くように簡単に回ってしまうんで、今から頑張ります。舐めた音を叩かず回す YouTube で最強と言っているネジモグラソケット、早速 Amazon で購入しました。このトルクスでも裏技で外すとマジでもうこれが成功すればですねめちゃくちゃラッキーなんですけど、これ実際うまくいくか皆さん祈ってください。これがもう自分が購入したドレインボルトですね。アイラさんの商品になります。時が来た。それだけだ。ネジモグラ潜らせるぜ。それとこちらがですね、ネジモグラを差し込む際に鉄鋼ドリルで穴をちょっと開けなきゃいけないってことで、こちらの商品を用意しました。電動ドリルで回してみたいと思います。やっぱここの下がですねめちゃめちゃ低いので回るかちょっと心配ですけど、高さ的にはもう全然問題はないですね。頼む、食い込んでくれ。食い込むのじゃ食い込まんのかいダメだ、ネジザウルスが食い込む感覚が一切ない。もう一回、もう少し穴開けちゃいます。穴が貫通してオイル燃えたらどうすんじゃい。恐ろしい、実に恐ろしい。これでいいんですかね。つよぽんさん、ここまで穴掘ればバッチリだろう。俺は天才だ。よし、行くぜ。食い込むかい。食い込むのかい。食い込むのかい。食い込まんのかい。鹿児島県民53歳リターンライダー。世界一間抜けなライダーになっちゃった。こんなの嫁さんにも言えないぜ。さてこれでは厳しい。どうする。
ってことでですね、たまらずネジザウルスの販売元の会社さんの方にですね、問い合わせをしてみましたと、回答の方はですね、まだ最初にこの鉄鋼ドリルで穴を開けた位置を写真でちょっと見せてくださいということでですね、その写真をこのように添付いたしました。早速写真撮ってですね、ネジザウルスさんのメールの方に写真の方を添付してみました。すると回答の方としては、下穴はですね、鉄鋼ドリルの穴の深さは問題ありませんと回答いただきました。って問題ないんだって思ってですね、でも回らないのになって思って、もう一度メールの方をですね、たまらず送信しました。するとまた回答いただきました。ご連絡ありがとうございます。T50 トルクスネジの場合、添付画像記載 S 寸法は約 8.8mm となります。そのため 6mm で下穴を作成して DWZ06 を使用していただいた場合、ほとんど食いつく感覚がないのは自然な状態です。ほとんど食いつく感覚がないのは自然な状態です。ただし DWZ08 であれば食いつく感覚が出る可能性があります。ただし対象がアルミ製のネジのため、ネジモグラ使用時に下穴をねじ切りネジを回せない恐れもございますと。どういうこっちゃとその場合はネジを外すのではなく、破壊した上でタップを切り直す対応が必要になる可能性がありますと。結論から言うと、対象がアルミ製のネジだと使えないってことだと、この時点で理解しました。ネジモグラ無力、ネジモグラ無双回転、無双回転、無双回転、公式に効果なし。もうこれ以上は無理とショップに持ち込む。ショップの社長も失格されました。こんなお客さん初めてだよ。溶接するでお願いします。マジで神、僕が3日間悩んだボルトが3分で解決しました。教訓、トルクスは正しいサイズを使え。ネジが舐めたら早めにショップに行くがベスト。良い子のおじさんは絶対真似しないでくださいこんな風になっちゃうんですよ。今チャンネル登録すると次に僕が壊すバイクが見れますよまあ冗談ですけどね。それと皆様の失敗な私へのコメントをどうぞお待ちしております。ぜひ今後ともですね、つよぽんチャンネルどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回のつよぽんチャンネルでお会いしましょう。それではまた。バイバイ。ネジ舐めちゃダメだよ。